皆さんこんにちは、あおいです。はーい。今日は久しぶりにあおいのクッキングをしたいと思います。はい、ということで今日は久しぶりに料理動画を撮っていきたいと思います。最近撮影チームのみんなにカレーを作ったんですけど、それがすごく大好評だったので、今日はみんなにも紹介したいと思います。普通のカレーなんですけど、ちょっとしたこだわりが入っているので、それを紹介していけたらと思います。では早速料理を始めましょう。レッツクッキング。はい、じゃあ材料はこんな感じです。私はチキンカレーが好きなので、今回はチキンを用意しました。これで 440g ぐらいです。とろけちゃうので、ちょっと多めにしてます。で、この全部の材料でだいたい5人から7人分ぐらいできます。はい。なので、量は調節してください。で、人参1本と、じゃがいもは多めが好きなので、今回は2つ。玉ねぎは、1個半から2個がおすすめです。そのポイントはまた後ほど説明します。で、バターとルーは2種類用意してます。伊原家流はですね、ルーを2つ使うことがポイントなので、今回はとろけるカレーとバーモントカレーの両方中辛を用意しました。で、隠し味とか調味料に関しては後でまた紹介するので、それを見てみてください。では料理を始めましょうか。まずは玉ねぎをスライスしていきます。やばい。やばい。目痛い。痛い。きた玉ねぎを。人参をピーラーで皮を剥いていきたいと思います。人参が切れました。こんな感じで。乱切りにしたんですけど、人参はあんまり大きくない方が好きなのでちょっとちっちゃめに切りました。人参さ、美味しいけどさ、大きいのあんまり好きじゃないお次はじゃがいもを剥いていきます。じゃがいものピーラーがさ、一番さ、怖い。ピーラーのね、切れ味がすごく悪くなっていて、じゃがいもを剥くのに苦戦していますが、こんな感じでできました。で、芽をちょっと包丁の後ろで切っていきます。じゃがいもをカットしていきます。じゃがいもは煮込むとちっちゃくなっちゃうので、ちょっと大きめに切ります。はい、こんな感じで切れましたので、ちょっとこれは水につけておきたいと思います。この雪印のミニパックバターのブロックを2つ分入れて、まずバターを溶かします。で、その中に玉ねぎを半分入れて飴色になるまで炒めます。で、これがこのひと手間がすごくコクのある甘みのあるカレーになるので、ぜひやってみてください。どうして2つに分けるかっていうと、食感を残すため、これは飴色になって形がなくなるまでしっかり炒めるので、私はちょっと玉ねぎの存在も欲しいので、後から煮込む玉ねぎも入れるということで今2つに分けました。カレーとかって自然学校とかそういうキャンプとかで作るイメージがあって、あとはお母さんが作ったカレー以外はあんまり食べてこなかったんですけど、こっちに来て初めてこの間自分でカレーを作ったんですけど、よくあるカレーの箱の裏に書いてある通りに作ったし、お母さんそういえば2つルー使ってたなと思ってやったのに、なんか違うくて、なんか美味しいんやけどなんか物足りなくて、いつものお母さんの味にならないなと思って、お母さんに連絡したら、玉ねぎを飴色になるまで炒めてそこに加えてみなっていう1つ目のポイントを教えてもらって、玉ねぎを買ってきて飴色になるまで炒めたやつを入れたら、もうそれだけで全然違うやつになったので、玉ねぎの甘さがいい感じに生かされるので絶対入れた方がいいっていうか、私は入れます。ただちょっと時間がかかって手間がかかるんですけど、美味しくなるために時間をかけて炒めます。はい、玉ねぎを色づくまで炒めたので、一旦それは火を止めて置いておきます。次は鶏肉にちょっと下味をつけたいと思います。お塩を1つまみから2つまみぐらいかけました。で、粗挽き胡椒をかけました。ガーリックパウダーを少々かけます。はい、こんな感じで
できました。では玉ねぎを炒めていっていたお鍋から玉ねぎを取り出して、まずオリーブオイルを入れます。はい、では鶏を入れていきます。鶏肉に焼き目がつくまでちょっと焼いていきます。ちょっとパリッとさせた方が好みです。後で煮込むので火は通るんですけど、表面は色が変わるぐらいまで焼いていってください。で、お酒とか白ワインがある方はここに少し入れてもらってもいいです。ただ今日ちょっとないので私はこのままやっていきます。鶏肉が、色が変わってきたので、ここで人参と玉ねぎを投入します。で、さっき飴色になるまで炒めたぐらい炒めるわけではなくて、軽くちょっとなじませるように人参と玉ねぎも炒めていきます。で、この後から入れた玉ねぎは食感が残るようにしてるので、そんなにこう炒めすぎちゃわないようにしてほしいです。ではここに炒めた玉ねぎを入れていきます。私は具だくさんなカレーが好きなので具は多めです。ではお水を入れていきます。じゃあ軽くなじませます。お水を 800ml 入れました。で、この中にじゃがいも、水につけておいたじゃがいもを入れていきます。多いかな。じゃがいもは1個ぐらいでもいいかもしれません。2つ入れちゃった。まあいっか。で、これで沸騰するまで待ちましょう。全然わかんないちょっとプツプツなってきたけど、ここのコンロの威力が弱くて今じっと見つめております。ちょっとさ、具多かったからさ、このお鍋が私の持っているお鍋のマックスなのね。だからちょっと溢れそうなんですけど、みんなはもうちょっと大きいお鍋でするか、お水は少し少なめにしても OK です。じゃあ沸いてきたのでアクを取っていきたいと思います。間違えてこのバターとか野菜のうまみが取らないようにちょっと火を気持ち弱くして蓋を少し半開きにして、では20分間煮込んでいきたいと思います。カレーを20分間煮込んだので一旦火を止めてルーを溶かしていきたいと思います。で、ルーはこのバーモントカレーととろけるカレーの中辛、両方中辛を使います。じゃあまずこれを2つ入れて、次はとろけるカレーを溶かしていきます。で、私は今回多めに作ってるので具だくさんなのでルーの量を少しずつ入れて調節していく感じにします。野菜溶けちゃうので結構もう多めに入れちゃいました。今日は人数が本当に多いのでね。で、じゃがいもも大きめに切って正解でした。溶けてくるので、じゃがいも美味しくない？カレーのじゃがいもってまだちょっとルーが足りないので、バーモントカレーのルーを1かけらととろけるカレーのルーを1かけら入れちゃいます。じゃーん、私の隠し味の2つ目、ダースチョコのビターチョコを入れたいと思います。これ別にダースじゃなくてもいいんですけど、ビターチョコであれば何でもいいです。これを2つ入れます。お母さんに電話をした時にこれ2つ目のポイントで言われたんですけど、ビターチョコを1かけらから2かけら入れてあげるとコクが出るからそうやってやってみなって言われて私は入れました。でもチョコレートはね、隠し味に入れるお家多いんじゃないかなと思いますけど。で、その後ですね、ちょっと醤油を一回しします。2回しかしてた。もうちょっと目分量これくらい入れます。で、ここで3つ目の隠し味のオイスターソースです。お母さんがオイスターソースも少しだけ入れてごらんって言われたので入れます。こんなに変わるよ、全然違う。これも小さじ1ぐらい入れました。これは感覚です。ちょろろろっと入れてくださいね。1回混ぜます。で、最後にこれは私がこの間バターが余ってて1個入れると、バターのコクが出て美味しかったのでもう1個バターを入れちゃいます。やっぱさ、バターとさチキンって合うやん。バターチキンカレーってやっぱあるからさ、そういう感じですよ。で、チョコレートも1かけら入れてから見て、もうちょっとコクが欲しいなと思ったら足していくっていう感じがおすすめです。オイスターソースとかもそうしてください。で、忘れてた、もう一つちょっと忘れてたんですけど、最後に私はケチャップを少々入れます。ケチャップ
トマトと酸味がねある感じ。大さじ1ぐらいかな、分からんぐらい入れます。でもう一回混ぜましょう。でこれでまた火にかけます。5分ぐらい煮込んだら完成です。じゃあもうちょっと煮込みましょう。ルーを入れてから煮込むと底が焦げてきちゃうので、時々軽く混ぜることを忘れないようにしてください。感じで5分経って煮込めたのでカレーが完成しました。美味しそう。超お腹が空きましたね。ということで、ご飯をよそってカレーを、かけて食べたいと思います。よいしょ。美味しそうなカレーができました。もうちょっと喉乾いたからさ、また乾杯。朝から何も食べてないからお腹が空いたぜ。美味しくできたかな。ではいただきます。おー、美味しい。なんかそんなに煮込んでないんですけど、コクがしっかり隠し味で出てますね。これね、お母さんに教えてもらったからね、いい感じにできたんですけどちょっと青い龍も入ってますので栗を食べたいと思います。柔らかくなってる。ちゃんとこれね、次の日もめっちゃ美味しいね。な感じで美味しいカレーができました。野菜が結構大きめに切ったんですけど、トロトロになっていいサイズになってるので、最初は気持ちちっちゃめがおすすめです。で鶏も存在感がある方が私は好きなので、もう大きいまま使っちゃうのおすすめです。玉ねぎを最初炒めて色味がつくまで、こう柔らかくなるまで炒めて入れてることによって甘みが出てるし、あとは存在感のある玉ねぎも残ってるので、2回に分けてこう煮込むタイプと炒めるタイプ入れるのおすすめです。で辛さはそこまで辛い感じのカレーじゃないですけど、野菜の甘みが出てるっていう味なので、まあ皆さんお好みで微調節してみてください。で私はこれを食べてジュースを飲んで一息つきたいと思います。これはあくまでも私流なので、気になった方はぜひ真似してみてください。これから料理動画を他にもいろいろ撮ろうかなと思っているので、何かリクエストがあればぜひコメントお待ちしております。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。